一番今まで肉食べた中で衝撃を覚えてる。すごい。あ、これうまいよ。美味しい。ここ焼肉だからっていうのも本当に田島の血統の下からってところがでかいです。やっぱうまい肉食うとテンション上がるね。やっぱ田島ってすごいよね。下に田島のすねで取った3日かけて作ったコンソメを足していただいてます。で、上のエクミが白い削ったものが山朝でおそらいです。三田の牛崎さんのサーロインです。これだし醤油のきますので、わさび一緒に巻いていただいて召し上がってください。はい。融点が低い牛なので、口入れてこうふろっと流れる感じでいただきます。日本酒アイテム6ページ。エロいねやっぱ。神戸の六甲町に大木屋さんって精肉屋さんがあるので、こちらからこうエビートいただいてるんです。そこの方が毎週競りで、東京関係なくこう肉を見て、呼び入れがあっての張りがある。牛がやっぱり美味しい。後ろ足から枝がぶら下がってるんで。要は張りっていうのはそうですね。張ってるっていうのは膨らんでるっていう。ああ、そういうことです。人間で言うとボンキューブみたいな。ああ、本当にそういうのが理想的とは。冷蔵庫に伝わらないような肉に買い付けていただけるので信用していただいてます。伊藤さんは日本料理の人だったんですか？日本料理というのはずっと焼肉屋が多くて、ここ入る4年、ここが2年経つぐらいなんですけど、その前にこの元々のイタリア料理長、今海外のお店行ってる方と前のお店でちょっと肉の割烹みたいな店がやられてて、その前は焼肉だった一光さんのコンフリアン。はい、個室で撮影されて、あ、しました。僕いましたね。あの現場に。マジですか？焼肉屋。はい、この間行きましたよ。ほぼ同期と一緒にずっと。マジですか？だからもう彼はもう焼肉の方で、僕はこういうその肉を違う形で食べてもらう。信州の松茸のお椀でございます。松茸は水煮に入れて香りを出したもので焼いて香り出してこの香りも一緒に楽しみながら召し上がってください。贅沢な組み合わせですね。めちゃくちゃお酒出してくれるんですけど、今神戸の立場の煮込みですね。肩ロースを肩シュっていうのを煮込ませていただいて、先っちょなんです。焼肉屋さんとかはもう薄く切ってスライスで焼き材に出せるんですけどね。うち
がそこを煮込むととろっとした筋が間に入ってるので、これがとろっとした食感になるので煮込む。最初からこの状態とかだったらそんなに部位も使えないんで、ロース、サーロイン、リブ、ヒレ、ランプ、イチボとかだと思うんですけど、バラ使ったりいろいろやらせてもらってきたんで、あとお出汁を割ってアンジュしてます。上は白髪ネギと木の芽ですね、山椒の葉をのせてますので一緒に召し上がってください。味のケットの蒸し焼き肉に味が残ると煮込んだらスカスカになっちゃう肉多いんですよ。それがないからお前煮込みやった方がええぞみたいな。カレーだと強すぎですね、カレーが。カレーの味が強すぎるんで、こう元々のソースの味が勝っちゃうんで、だからこの煮込みぐらいちょうどいいですね。煮込みで入って魚の味のお出汁も一緒に入れさせてもらってめちゃくちゃ金かかってますよこれ。だ入れていきます。ってこれそことか玄関やばいよね。エレベーター開いてからもう世界観が広がってます。何もない。だってこれ席数多くないですか。ですね、一応パーパーで12座れるんですけど、今10のセットです。すごい広いですね。しゃぶしゃぶ。はい。リブロースなんですけど、巻きの部分と芯のところをちょっと外して、食感の違いと、味わいの違いをちょっと楽しんでもらう形でご提供してます。はい。早っ。一応温度が70度から80度ぐらいの間で今、はい。高すぎると本当に一気に肉が縮んじゃうんで、神戸に1回行って千里貝さんが焼肉屋をやってて、そこでこう行った時に僕一人で行ったんですけど600ぐらいお肉出てきて食べきれなかったんですよ。食えないですよそんなに。ロースちょうどリブロース焼いてくれたのをすいませんっつって明日食べるんで包んでくださいって言って包んでホテル持って帰って次の日の朝冷蔵庫から出して食べたんですよ。その常温ぐらいから冷たいぐらいは油がジュッと出てきて一番今まで肉食べた中で衝撃を覚えて。でうちちょっとあったかい状態っていうのもちょっとこれで冷やしてそれでこれが生まれたんですこういう形で僕今やらせてもらってるそうなんです熱々だとお出汁の味だったりとかすごい香り強いんですけどどうしても肉があそこに負けちゃうという、甘いね。でもヒレあそこメインでいろんなとこからとって、九州の和牛とかでたまに神戸ビーフとかあったんですよ。でなんかその時でももう 1.5 倍ぐらい違うかな、ヒレ単品ぐらい味の違いが明確にあって油の残り方口の中に神戸ビーフだからっていうのも本当に田島の血統の牛だからってところがでかいんですけど、こう今だったらもうロースが3倍ぐらい狙い違うんです仕入れのなってくると焼肉屋とかそういう業態でそれを使うっていうのがなかなか難しいし、こういう業態にチャレンジしてみなきゃっていうのは思ったのはその時のきっかけがあって。お寿司ですか。下に酢飯が引いておりまして、上が昆布でくるんで自慢の内平ですね。ももの部分を昆布にしたものを叩いて、北海道のホタテのウニ、紫ウニとイクラですね。あとカマスを添えさせていただいてます。白米に魚って俺やっぱなんかちょっと違う。酢飯が欲しくなっちゃう。これしっくりくるね。ウニと牛がうまい。美味しいです。名前が書いてます。ソースの方もお出汁ですね。お出汁も伸ばしながら、で酸味は黒酢。
こちらで手前サーロインになっております。前田さんが後ろ。そうです、前田さんのが、はい、シャトーブリアンで、手前が西崎さんのサーロインです。西崎さん、佐野屋円次郎。ああ、はい、分からん。これ買いました。買いました。知ってる知ってる。海外の塩とはちょっとベクトルが違うんだよね、これ。甘みの出方と、塩味のまろやかさ。まろやかですよね、めちゃくちゃ。もう少し焦げがありますね。これ柔らかいんだよ。多いんですよ。これうまいよ。サーロインの油のかけ方が違うんで、すごくあるんで、すごくでも、何かと合わせてソースを食べるだったら他の個体でもいいんですけど、一口目から良い香りがすごいです。美味しい。やっぱうまい肉食うとテンション上がるね。スモークした塩。これが合うと。本当にすごいです燻製した塩です。これに合わせ肉と合うかっていうよりもお酒と一緒に。単純にこれがつまみになってるよ。うまい。これがつまみで、これで一品です。ヒレもうまいな。美味しい。ありがとうございます。調和しますね。このサーロインとこれとワインですね。めちゃくちゃ合いますよ。やっぱ田島ってすごいよね。それはもう食べてる人じゃないと分かんない気がしますよね。そうなんですよね。明確に違うんですけどね。明確に違うんだけど。最後今ご飯をご準備します。はい。はい。この胡椒美味しいね。美味しいですね。胡椒のこれ辛みを抜く。あ、抜くんです。辛みを抜く。抜いて入れ直す。抜いて柔らかくしたのに入れ直す。なるほどね。だからこれとワインがすげえ今あったから。飲まれます？いいですか。バッチリやった。めっちゃペアリングお酒出してくれるからどんどん進んじゃいますよね。進んじゃうねこれ。穴子ですね。あらら。穴子とごぼう。はい。三つ葉。ああいいですね。ズッキーニを軽く薄揚げにしたものも食べさせていただきます。日本酒ください。セリのいい香り。穴子いいよ。ちょっとだけください。あ、おかわりでお茶碗変えてくれるんですか。はい。高いものでとっていただいて。ありがとうございます。本当だ、熱々。あ、じゃあ大盛りで全然食べちゃう。芋ようかんですね。で焼き芋風に表面かぶって温めてます。焼き芋ようかんです。長野のシャインマスカットとミントですね。ミントの葉を少しアイスとか混ぜてミントのアイスクリーム。甘いもの食べた後はね、シャインマスカットがちゃんと甘い。おしぼり3回変えてくれた。最後はさすがです。で、この最後一番熱いね。油切りか。ああ。まあでも税の極みだね、この店は。銀座ね。But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be
myself.